ワンオペの鬼、ドタバタ料理ゲー始まるよ。というわけで今回は、プレイステーション版、俺の料理をプレイしていくぜ。おお、これはどんなゲームなの？ひたすら効率よく料理を作っていくゲームだな。うまく作らないとお客さんの評価が下がったり、作るのが遅いとお客さんが帰ってゲームオーバーになってしまうぞ。面白そうなゲームね。そんなこと話してる間に、ストーリーが始まってるんですが。ああ。このゲームのストーリーはゆるゆるでな。料理大会で負けた敵キャラのカエルが、その腹いせに世界の食べ物を劣悪なものに変えてしまって、そこに立ち向かうべく一人の料理人がバトルをしていくという、大味な設定から話は始まるんだぜ。だいぶ壮大な感じだけど、カエルとかのキャラクターがゆるくて可愛いわね。そうなんだ。左に出てきたキャラが主人公なんだが、おじいちゃんになぜかタダオと呼ばれて否定しているな。ぶっ飛んだストーリーね。そんな感じでおじいちゃんの店を守るべく、よくわからないまま厨房に連れて行かれるんだ。急展開ながらもゲームスタート。お客さんが早速来店しまして、まずはビールを作っていくわよ。次はラーメンね。こちらはまず野菜を切りまして、麺を茹でます。茹でてる間にビールもついでおいて、茹で上がりの頃合いを見計らいまして、今よ。あとはタレを入れると完成ね。なんか、とんでもなく慌ただしいゲームね。そうなんだ。料理以外にもすることがあって、この両替とかも同時にこなさなくてはならないんだ。この慌ただしさ、まるで本当の飲食店みたいね。そうなんだよな。ちゃんと効率が求められるところも、リアルの飲食店と同じ感じだな。そしてこのゲーム最大の特徴は、コントローラーのアナログスティックを使うところだな。ああ、真ん中についてるグリグリするスティックね。そうそれだ。あのグリグリスティックを使って、実際の調理と同じような動きをすることで、料理を作っていくんだぜ。特に包丁で野菜を切るところなんかは、とてもリアルな動きで感動するんだぜ。操作感が見ていて気持ちがいいわね。そういうことだな。ちなみに画面右のゲージを満タンにすることで、ステージクリアになるんだぜ。あと少しね。このラーメンで終わりかな？料理を作って右のゲージを貯めていくのね。そういうことだ。最後だからいつもより丁寧に作りまして。これで終わり、おそ松さんでした。またタダを呼ばわりされてますけど。通常のお店モードをクリアすると、次はその麺のボスとの料理対決になるんだな。今回のボスはおじいちゃんね。ボイスも入ってて豪華な演出ね。あれ？画面がさっきと少し違うわね。そうなんだ。ボスとの対決モードでは、下画面がコンピューターの手元の映像になるぞ。おじいちゃん随分丁寧に作ってるわね。まあ、最初のボスだから、多少はね。あの年齢で包丁さばき早くても怖いものね。確かにな。VS モード限定なんだが、料理をまとめて作ることで、相手にお邪魔タスクを振ることができるんだ。ぷよぷよの連鎖みたいね。今回は酔っ払いが入店したので、警察に110番するというタスクを押し付けたぞ。これは対戦で盛り上がりそうね。その通りだ。相手にいかにお邪魔タスクを押し付けられるかが、対人対戦攻略の肝なんだぜ。ちょっと倍速。緑のタブは何か違うの？ああ、あれはグルメに作っている料理で、通常よりも評価が大きく出るから、丁寧に作るといいんだぜ。そろそろクリアかな？最後にこのビールとラーメンを作れば。ステージクリアー。おじいちゃんに褒められるのは嬉しいわね。相変わらず奇抜なおじいちゃんだけどね。というわけで次の面、行くわよ。ここからはカエルが送り込んだ刺客とのバトルになっていくんだな。
おお、なんだこの映像は。プレステ特有の 3D な質感だな。謎に凝ってていいわね。というわけで次はファストフード店だな。相変わらず主人公がふざけてるわね。当時のコラルが店員なのもポイントが高いよな。ここら辺の茶番はすっと聞き流しまして。オラー料理作らせろオラー。作る料理が変わってるわね。そうなんだ。ステージごとにメニューが変わるのがこのゲームの面白いところだな。ファストフード店らしくハンバーガーやポテトを作るぞ。おお。作る工程も全然違うのね。そうなんだぜ。それにしても、従業員のおばちゃんは変わらないのね。よく気づいたな。このおばちゃんはゲームの看板キャラクターでな。なかなかいい声でプレイヤーを煽ってくるんだぜ。平成っていうより昭和のイメージが強いおばさんね。お、今度は皿洗いか。こんなのも一人でやらなきゃいけないの？従業員足りてないの？本キッチンはワンオペスタイルなんだよな。だいぶブラックな店で働いているのね。そういうことになるな。楽勝なので倍速。倍速になってもおばちゃんのうざさは変わらんな。なんなら煽り性能上がってるわよ。それは言えてる。さあ、ここもちゃっちゃと作って。イカ星人とバトルしましょ。声かきすぎて草。可愛らしいイメージと合ってなくてウケるな。いや、その感じで胴体あるんかいイカ星人。ほんとだな。でも足の本数は合ってるのが芸が細かいな。マジで細かすぎて笑った。ちなみに、料理を切ったり作ったりするときに出る点数は何なの？ああ、いいところに気づいたな。これがいわゆる、料理の出来栄えってやつで、例えば野菜のカットなら、細かくよく切れていると10点がもらえて、雑に切りすぎると点数が下がっていくんだ。なるほど。これが料理の評価に関わってくるのね。そういうことだな。包丁さばき以外の部門だと、煮たり焼いたりする時間も評価のポイントだな。早く揚げすぎてもダメだし、逆に遅すぎても焦げてしまって評価が下がるんだ。結構シビアなのね。この焼いてる待ち時間をいかにうまく使うかが、ゲーム攻略のポイントだぜ。ストーリーはふざけてるけど、ゲーム内容は結構ガチなのね。そのバランス感覚もこのゲームの売りだな。イカちゃんはかなり仕事が溜まってきてるわね。ああ。こうなってくるとなかなか厳しいんだが、冷静に一つずつ処理していくしかないんだな。焦って手元が狂うと、お客さんの評価も下がってしまうからな。素早く、冷静に、だな。よし、イカちゃんも危なげなく撃破よ。相変わらず、声の太くて草。さ、次のステージ行ってみよう。次はどんなコミカルキャラが来るんだろう。また可愛いのが来たわね。そして、今回のステージは和食ね。おう、和食屋だが、早速アイスクリームの注文が入ったぞ。なんか点数低くない？アイスクリームはコツがいるんだな。皮むきも新しいじゃない？これも今までとは違って高得点を出すのがむずいぜ。和食になって難易度かなり上がってるんじゃない？ここから難易度のインフレがすごいことになってくるんだ。天ぷらもエビの皮むき、野菜切り、液に漬け込み、揚げる、と工程数も増えてるんだぜ。食い逃げよ。って突然来たけどまさか。ああ。おばちゃんは何もしてくれないから、食い逃げ犯も自分で捕まえなきゃいけないんだぜ。おばちゃんは基本的にレジ打ち担当なのね。なら仕方がないわ。なぜそこまでおばちゃんに寛容になれるのか。そこがわからない。ボスまで倍速で行くわよ。左のゲージが赤くなってるのは何なの？ああ、あれは、煮込むとか揚げるとか待つ工程で、良いタイミングを逃している時に出るんだな。
そこからポイントが下がっていくってこと？そういうことになるな。逆に、濃い青のゲージだと。まだタイミングが早いからこれも減点対象だ。ということですっ飛ばしてボスまで来ました。今回のボスは可愛い卵ちゃんね。愛嬌あるキャラクター。押せるわ。ここら辺から敵のスピードも上がっていくわよ。もう人間とスピードに大差ないじゃない。勝てるのかこれ？人間の知恵で対抗するしかないな。知恵で対抗って？実はこのゲーム、構成をまとめてできるものがいくつかあるんだ。まとめてできるってどういうこと？例えば天ぷらを揚げる工程とか、一気にまとめて揚げることができるんだぜ。なるほど。そのために貯めて一気に揚げたりする必要があるってことね。そういうことだ。だから処理する順番が大事になってくるんだぜ。今のエビ向きなんかは個別で処理しなきゃいけないから、揚げる工程まではそれぞれ進める必要があるんだ。ここまで来ると本物の料理と変わらないわね。それはさすがに言い過ぎだが、より本物の料理に近いような感じで作られてはいるな。飲食のバイトとかに役立ちそうじゃない？確かに。使う脳みそは一緒な気がするな。ここで溜まった天ぷらを一気に揚げることで、相手にお邪魔タスクを押し付けるんだ。おお。相手はしっかり両替に手間取ってるわね。にしても、かぼちゃを輪切りにできるあの包丁すごいわね。確かに。毎日しっかりと研がれたいい包丁なんじゃないか？それで時々指切ってるけどね。なかなか手強いので倍速よ。普通にプレイしてても思ったけど、フルボイスがまあまあうるさいわね。そんなこと言わないでおくれ。この当時ではボイス付きはないことはないが、それでもデータ容量をかなり割くため、ここまでボイスが多いゲームは、当時では珍しかった方だと思うぞ。言われてみればそうね。もう卵男が倒れてるわね。ああ、お邪魔タスク投げまくったからな。よし。ナイスクリアー。どんどん行くわよ。今度はちょっと悪そうな敵ね。言うても花だけどな。行くぞ。ここ好き。原色が気持ちいいよな。あったあった。次の麺はファミレスですか。いらっしゃいませ。ハンバーグ作って。いらっしゃいませ。通常麺はさっと飛ばしまして、ボス戦行ってみよう。花尾くん、いざ尋常に。対戦よろしくお願いします。さあ、今回はどんな料理かな？お子様ランチ。ファミレスの王道メニューね。ああ。お子様ランチやハンバーグ、カレーなど、わんぱく少年が好きなメニューが勢揃いだ。お子様ランチの魅力って何なのかしらね。今でもメニューであるとついつい目がいっちゃうもん。わかりみが深いぜ。シンプルにいろんなものを食べれるのと、旗が立ってたりして見栄えがいいんだよな。突然現れたゴキブリって何？ああ、これは最強のお邪魔タスクなんだ。見ての通りゴキブリを全部潰さなきゃいけない。じゃあ、大量発生じゃないの。しかも結構素早くてな。全部潰すまで料理は作れないし。ゴキブリが飛ぶとお客さんが全員帰ってしまうんだ。さすが最強お邪魔タスク。リアルだったら営業停止レベルだけどな。間違いないわね。ちょっと倍速。敵はうまくハンバーグをまとめて作ってるわね。ああ。こちらにもゴキブリが大量発生だ。これを処理してる間に他のタスクもガンガン増えるぞ。
衛生管理はしっかりしないとね。いい勝負しているな。さすがにここまで来ると、敵も手強いわね。まずいぞ。またゴキブリ放たれてる。さらに両替もとか。皿洗いもしとけー。これは、もうダメかもわからんね。まだよ。チンストリはのべ地獄を経験した私にとって、これくらいへでもないわすげえ。なんとかあの状況から盛り返しやがった。というか、チンストリ、ワンオペ地獄ってなんだよ。まあ気にしなさんな。引き出したので倍速。さらに倍速。もう一度倍速。花を、なかなかやるじゃない。でも料理の腕は私の方が上だったみたいね。ここら辺で、とどめを刺してあげる。料理対決のとどめとか意味わからんけど。ナイスクリアだぜ。次はカエルちゃんの最終兵器と対決だぜ。あらかわいい。今回もボス戦からお送りいたします。ここは敵の強さもさることながら、メニューの複雑さに圧倒されると思うぜ。オムライス、ピザ。またしても美味しそうなメニューばっかりね。今回のお店は高級ホテルだからな。ホテルのビュッフェの厨房かな？おお、ピザ生地伸ばしてる。さらにチーズを乗せまして、オーブンにイン。今回はオーブンに加えて、フライパンを使う機会が多いから、別の料理と被らないよう、注意が必要だぜ。ちなみに全然関係ないんだけど、なんだ？主人公の顔の左下についてるやつ。ずっと下だと思ってたんだけど、あれが口なのね。ああ？なるほど。確かにベロがペロって出てるようにも見えるよな。料理のゲームだから、食いしん坊な主人公の設定かと思った。この画面で見ると、パカパカしてるから口だってわかるな。そうそう。あとこのゲーム、敵の手元がキャラクターによって違うのも、芸が細かくてこだわりを感じるぜ。ほんとだな。ちゃんとロボットの手になっていて、指も3本になってるんだな。プレイしてる時は料理に必死で気づかなかったけど、こういう細かいこだわりは、気づけると嬉しいよな。ただでさえ情報量が多いゲームだもんね。なんて話してる間に追い詰めたわよ。よっしゃよっしゃ。ステージ5も突破だな。次が最終ステージだぞ。ということはラスボス。やっぱり最後はこいつよね。なんだかサンリオあたりで見たことある気がするんですが。まあ気のせいかな？悪そうなケロケロケロッピで笑った。私はそこまで言ってないわよ。さあ、気を取り直して、ラスボス攻略していこうぜ。餅やら、スパゲッティやら。ここに来て統一感のないメニューだな。確かにね。そもそもお店の名前もキャッスル城って、サハラ砂漠、頭痛が痛いくらいのダブルミーニングなんですが、完全にツッコミ待ちだよな。もしくは何も考えてないか。言うてもまだまだバブリーな時代だったからね。この適当さが、さあ90年代のゲームって感じよね。ほんとそれ。この麺はうどんを踏んだり、餅をついたりと、
新しいアクションも多くて面白いな。ラスボスにしてここまで用意されてるのは素晴らしいわね。ただメニューが複雑すぎて、スパゲッティ作ってカエルちゃんがだいぶあたふたしてるわね。いらっしゃいませ。そうなんだよな。こちらは今までいろんな店で修行してきた分、かなり効率的な動きができているな。可愛いカエルちゃんには悪いけど、容赦なく行かせてもらうわよ。今まで戦ってきた怪人たち。イカ野郎、卵くん、お花ちゃん、ロボット。彼らと戦った経験をフルに活かして、まともなやついねえけどな。最後に私の本気を見せてあげるわ。オラ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 。ごめんね。かき氷作って餃子作ってこれでいらっしゃいませ。ごめんね。終わりね。おかしいけど。やったな。これは何かの間違いで。最後までカエルちゃんかわいい。はい、というわけでラスト茶番ですね。急に正気に戻ったと主張するカエルちゃん。主人公の正義の包丁がカエルを解放したんだとかなんとか言っておりますが真相は謎のまま。よくある操られていた設定ね。そんなこんなで、手下に見限られていたマスターカエルですが、なんと、みんなはカエルの元に戻ってきてくれましたとさ。どうやらこいつの正体は殿様カエルだったらしい。てな感じでみんな仲良く、ジムに行って汗を流すみたいですね。相変わらずストーリー化をしすぎて草。謎のナレーションが締めくくりのストーリーを語り始めると、ナレーションに名前のことを突っ込む主人公。ただ鬼敏感な主人公。最後の最後までカオスすぎる展開で、プレイヤーたちを困らせたところで、おしまい。というわけで、俺の料理、無事クリアです。今回はノーコンティニュークリアだったわね。ああ。というのも今回は、イージーモード、全6ステージクリアが目標だったからな。そうだったのね。ってことはさらに上のモードもあるのかしら？そうみたいだぜ。ノーマルモードは難易度も上がって、ステージ数も増えるみたいだから、興味のある人はぜひプレイしてみてほしいんだぜ。他にも3分クッキングモードや、おまけモードも充実しているので、ぜひ実際にプレイしてみてほしいんだぜ。このゲームはストーリーやキャラクターの緩さに反して、ゲーム内容はかなりガチというバランスが素晴らしかったわね。本当にそれに尽きるんだぜ。今回の動画が面白かった方は、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。コメント欄で、得意な料理、苦手だった料理も教えてくれると嬉しいわ。好きなキャラクターとかもな。それでは今回はここら辺で、また次の動画でお会いしましょう。みんな、バイビー。